こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、リンゴケーキを作りたいと思います。炊飯ジャーで。以前にもしたんですけどね、ちょっと訂正点が3個か4個か見つかったので、ちょっと訂正しながらね、より美味しく作れるようにしていきたいと思います。はい。リンゴね、以前ね、2個使ったんですけどね、1個でよかったですね。ちょっと訳あるんですけどね。炊飯ジャーですね。炊飯ジャーね、前一升炊きのしたんです。5合とか。これ一番小さい3合になったので、これで使っていきたいと思います。そしてね、以前クッキングシートしたんですよ。引いたのね。それもちょっとね、あれでした。それで作っていきたいと思います。リンゴはね、皮むかない方が栄養あると思って皮むかないで作ったりしたんですけどね、やっぱりね、歯ごたえとか火の通り加減とかね、皮むいた方が良かったので、良いと思うので、そこのところも直してちょっとね、より美味しくするために生成箇所を言いながらね、作り直したいと思います。リンゴケーキは何回か作ったんですけど、いつも炊飯ジャーでね、ふかしたリンゴパンとかはいいんですけど、この炊飯ジャーで作るときね、なんかいまいちよく出来上がらないで、二度炊きしたりとかするんですよね。それで考えましたわ。そしたらなんとなく分かったので、やってみたいと思います。今日はね、リンゴの皮むきますよ。ちょっと皮もったいないと思うんだけど、皮だけ食べてもいいんだけど。リンゴの皮は栄養あると思って使おうと思って使ったんですよね。前はね、剥きます。そしてね、リンゴの量もね、2個使ったんですけど、1個でいいみたいですね。リンゴは多いほど美味しいと思って2個使ったんですけど、今回はちょっと1個でしますね。なぜかっていうのもあるんですけどね。とりあえずリンゴは4つに切ったのをまた薄くしていきます。6本ぐらいに7個か。7等分ぐらいに薄くしました。より美味しくしたいと思ってね。そしてフライパンで焼くんですけどね。フライパンにバターを塗って焼きます。直接バターを塗ろう。はい。そしてリンゴを入れますよ。焼き色はね、炊飯ジャーに入れた時に焼けるのでちょっとリンゴにね、油をつけてね、ジャーから剥がれやすいようにと、ちょっと火を通して柔らかくした方が甘くなるかと思って、どっちみちね、炊飯ジャーでして柔らかくなったりするんだけどね。ボウルに卵1個割ります。お水を150cc 入れました。
ホットケーキミックスの粉入れます。もういいかな。りんごの火止めました。そしてね、これ混ぜますよ。前した時はね、りんごの全部大きくしないで小さく切ってこの中に入れたんですけど2個用意してね、1個はこういう風に切って炒めて、でもう1個はこの細かく切ってこの粉の中に入れたんですけど、まあ蒸しパンにする時はね、蒸しりんごにする時はいいんですけど、炊飯ジャーでする時はこの中にりんご混ぜない方がいいですね。なんか火が通りにくいのでと思うので、今回はそれやめますね。今回はこんな小さいのでしてみようと思います。前は一緒。あら、これ小さいかな。そしてここにクッキングシートを敷かないでね、油を直接塗ります。バターをクッキングシートした方がね、焦げつかないでいいと思ってしたんですけど、あれすると余計火の通りが良くないみたいっていうことが分かりましたわ、やっとやっと分かりました。あ、これ入るかなっていうか、これ入るかしら。まあ、やってみよう。入らなかったらゴンゴの釜に変えますね。ああ、これ小さすぎて入らない。入らなかった。これわ、入らないかもしれない。どうしよう。で、下の方にね、こうきれいに引けばいいんだけどね。並べました。そしてね、クッキングシートも使わないで、この粉の中にりんごの小さいのも混ぜないで、炊飯ジャーを小さくして、はい、これでやってみたいと思います。そしてこれを炊飯ジャーの普通炊きでご飯を普通に炊くように煮ますね。スイッチ入れてちょっとお待ちくださいね。炊飯ジャーでね、りんごケーキがねできたみたいなので見てみたいと思います。今日の炊飯ジャーはこんな小さいのですよ。これ3合炊きのでしましたよ。これだとね大丈夫でしょう。1回で。はい、こんな風にできてると思います。見てみたいと思います。やっぱり思った通り、一升炊きの大きいのは中までね火通るのが遅くなるんですね。こんな小さいのでするといいんですよ。やっぱりすごい大正解でした。そしてね、クッキングシート敷かなかったので余計にできているし、バターでねりんごをねやっぱり思った通りこんなに美味しそうになりましたね。合ってたね。クッキングシート敷かないのと、炊飯ジャーは小さいのでするのと、りんごは多いばっかりじゃダメっていうこと。
リンゴは多いばっかしじゃダメっていうことが分かりました。ちょっと写真を撮りたい。こんな感じです。とっても良くなりました。よかった。切ってみましょう。りんごはたっぷり入れたけれども、下に引くのだけにしましたよ。その方が中までね、火通りやすいと思ったけど大正解でしたわ。やっぱりっていう感じ。ほら、今度からリンゴケーキするときは小さな炊飯ジャーでしましょう。それがいいことが分かりました。判明しました。リンゴは小さく切って粉に混ぜないでね、クッキングシートも敷かないで、それだけ注意しただけで大正解です。大正解でした。味見してみたいと思います。今日のは大正解でしたね。よかった。訂正箇所に気ついて。いただきます。とても美味しくいい感じにできました。はい。より美味しく仕上がるためにちょっと工夫してみました。見てください。してみてください。今日も見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。